にちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。どうも僕のなんでしょうね。あれゴリラくん。ゴリラくん今日ゴリラじゃないの？ちょっと忘れちゃいました。あ、忘れちゃったの。今日はですね GTR の方の DIY になります。前回はねサクションパイプを交換したんですけど、あれめっちゃ大変だったね。そうですね。なかなか抜けなかったな、やっぱりで今回はですねブレーキパッドの交換をしていくんですけど、リアだけ、はい、リアだけなんですぐ終わりますかね。どうかな。はい、果たしていかに、やってみないと分かんないです。はい。で32のねノーマルのブレーキって全然効かないんですよ。33はブレンボついてるじゃないですか。そうそう、住友のね普通のキャリパーなんでちょっと効きに不満があってですね、今回はこちらのエンドレス、はい、エンドレスのパッドに変えていきたいんですけど、これねちなみに中古品です。ちょっと待ってください。中古でですね購入しまして、結構まだ全然残ってるんですけど、当たりがついたぐらいの中古品かな。これリアのねセットを手に入れましたので、こちらに変えていきたいと思います。巻き止めのグリスも入ってます。はい、じゃあこちらに変えていきます。はい、じゃあまずはジャッキアップする前にナットを緩めますか。そうですね。ちなみに今回は左側が阿部ちゃん、右側がゴリ君にやっていただこうと思ってるんで、まずはゴリ君に。これちなみにジャッキ上げる前にナットを緩めとかないとタイヤが空回りしてナットが外れなくなるってやつですね。でもリアはサイド引いてあれば回らないことはない。なるほどね。本当はブレーキキャリパーも変えたいんですけどね。お金を貯めてねえ、なんか ER34 なんか買ってしまったもんだからGTR にかけるお金が少しなくなってしまうっていう、しょうがないですね。そうですね。はい、じゃあジャッキ入れていきます。はい、ちなみにジャッキかけるポイントってどこですか？もうリアはデフです。デフ、この、大きなジャッキは使えるんで、はい、もうデフの下に直接当てちゃいます。はい、じゃあはい、じゃあジャッキアップしたので馬にかけました。必ずね馬使ってくださいね。死んじゃうんで、はい、ジャッキに何かあったらもう死んじゃいますからね。特に下に潜ってる時は。はい、はい、そしたら、ジャッキを抜いてタイヤを外しましょう。はい、はい、ではタイヤを外していきましょう。ちなみに私はですね BBS の LM なんですけど 9J プラス22の GTR サイズっていうホイールを履いてます。ノーマルのブレーキキャリパーです。ノーマルはこの穴開き、本当はね N1 用とかの方がいいんですけど穴開きですね。でもなんか大丈夫そう。ちょっと錆びてきてるな、やっぱり。録画なりました？なりました。はい、じゃあブレーキパッド交換していくんですけど、はい、左がゴリ先輩にやってもらって、もうやり方分かりましたね。僕自分も勉強になりました正直今回はこの日産の純正のキャリパーに関してやっていきますので、多分大体同じかな、普通のブレーキパッド。大体どんなメーカーの車も大体同じだと思う。そうだよね。じゃあやっていきます。で使う道具はちなみにプラスドライバー、ラジオペンチ、あとウォーターポンプフライヤー、こちらの3個を使っていきます。でまずはここにピンがあるじゃないですか。これ見えるかな。これね、見えるかな。ここね、これを抜きます。はい、ペンチで普通に両方均等に。どういうこと？刺す。見た。よいしょ。
はい、抜きました。抜きました。はい、で次にこちらのピン、これね、パッドを貫通して押さえてるこのピン2つ、2箇所です。これ外します。付着してると抜けづらいですね。そうそうそう。裏側ちょっと押してよっ。あ、もう飛んじゃいましたけど、はい、これね、パッドを押さえてるこの金具、これも外します。はいはい。これが外れるともうピンは簡単に外れてきますね。はい。そうしましたら今度はこのプライヤーさん、はい、プライヤーさんで元からついてるパッドを今ちょっと隙間が少なくて外れないんで、これをねこう押してピストン戻して押して外していきます。はい。よっ。傷つくっていう人はちゃんとなんか布とかウエストとかね。はい、こんな感じで外れます。はい、簡単に抜けます。はい、で、この時戻す量が少ないと新品のパッドとかはちょっと入らなかったりするかもしれないですね。ちょっと多めにギュッギュッと戻っちゃうんだよね。はい。これで全体。あと本当はやる前にマスターのフルードの量とかを見とくといいかもしれないですね。溢れちゃうかもしれないからね。よいしょ。はい。そうしましたらですね、こちらのカイロ砲ヘンドレスさん、これのパッドのここに泣き止めのグリス、はい、これを塗っていきます。ニュニュました。はい。じゃあ、あとは元に戻していくだけですね。はい。果たして入るかな。入りません。こういう時は元からよいしょ。元からついてたパッドをこうやって戻して。頑張って押しております。全然ね戻らないですね。よっ、これでいいかな。結構押してると戻る感触があると思います。はい、入りました。これもただ本当にはめ込んで入れる。で次に、ピンを入れる前にですね、このパッド自体をこういう風に押さえてる金具、これを先に置いといてピンを刺していきます。でピン刺す時はこの金具の下ね、金具の下を必ず通るように、じゃねえや、金具の上か、金具が上になるようにはめてくださいね。よいしょ。こんな感じです。うん。ではもう一本。はい。まあこんなこともあります。よいしょ。入りました。うん、これ入りました。はい。奥までね。はい、これで入りました。で、あとはこのピン戻すんですけど、ピンの向きはこのこっち。はい。こっちが手前側です。はい。はい。まあ分からなくなったら反対側見ましょう。そうですね。反対側だと分かんないかもしれないじゃん。ちょっとピンの穴をこれをね入れていきます。はい。あと暗いところでやるときはやっぱライト必要ですね。そうですね。まだ日がありますけど、はい、全然ライトが必要です。はい。ではこれで入りましたね。はい、入りました。で、ちょっと少しこのピン外側に少し回しておくと、もうピン絶対飛ばないという感じですね。はい。はい、こんな感じです。よし。あとはタイヤを元に戻します。はい。ちなみに使ってたブレーキパッドはあけぼのブレーキ製、はい、まだね結構残ってるんですけど、はい、純正はね全然効かねえっす。なんか石踏んでる感じ。
はい、パッドを交換してそうですね、聞くようになると嬉しいですよ。でブレーキは本当に命に関わるパーツなんで、はい、まあ、本来であればお店とかにねやってもらうのが一番かと思いますけど、はい、まあ、こういうの楽しいじゃないですか、自分でやるのね。じゃあ回していきます。僕ね、箸より重いもの持てないんですよ本当は。じゃあこれ軽く締めて、はい、一旦下ろしてからまた本締めしましょう。はい、じゃあ向こう側もタイヤつけます。はい、ではタイヤをつけてジャッキを下ろしました。あとはナットを締めていくんですけど、締める時の注意点あります？対角線上に、対角線上にね。あと絶対トルクレンチャー使った方がいいと思います。はい、まあ、今これ10インチ締めてますけど、はい、この後ねトルクレンチで締めますから。反対もやっていきます。はい、じゃあ後ろのタイヤも締め終わったんで、最後ねブレーキピストン戻してるんで、それをねちゃんとなんて言うんだろう、戻す作業、はい、当てる。本当はエア抜きとかもこの後した方がいいと思うんですけど、まあ、今回は簡易的にパッド交換だけスッとやりましたんで、ブレーキ踏む1回目はすごいギュッて奥まで入ります、はい、ピストン戻ってるんで。ただ、は2回目からはちゃんと踏みしろ出てくるんで、だから普段通りのフィーリングになるまで、あ、でもねだいぶ OK、いい感じいい感じ。はい、まあ、これ必ずやってください。じゃないとパッド変えて1回目のブレーキでめっちゃ焦ると思うんで。そうですね、はい、よし。ということでブレーキパッド交換やってみましたけど、はい、所要時間は、まあ、慣れてる人だったらもう30分ぐらい、かかんないぐらいで終わっちゃうと思います。そうですね、まあ、たださっきも言ったんですけど、ブレーキは本当に命に関わる部品で、例えばね交換して自分だけ死ねばいいじゃないですか。そうですね、でもブレーキで止まんないと、もし前に車いたりしたら突っ込んじゃうじゃないですか。はい、そういうところのリスクがあるんで、まあ、本当に慣れてる人以外はちゃんと自動車整備工場とかはい、チューニングショップの方にやってもらった方がいいと思います。そうですね、はい、まあ、今回はまあ自分の車だし、まあ、自分の責任ということで、あと皆さんにね、はい、GTR リアキャリパーのはい、ブレーキの交換の方法を紹介したいなということではい撮ってますので、はい、ぜひご理解をよろしくお願いします。危ないですけど意外とこんなもんでできますから、うん、本当全然整備とか全くできない人でも道具さえあればはい、多分できると思う。ただ自己責任です。はい、でね、まあ、今回はブレーキパッドの交換をしたんですけど、今ほら僕たち ER34 買ったでしょ。そうですね、 ER34 の方の DIY ももちろんやるんですけど、はい、GTR のね、DIY も今後また撮っていきますので、そうですね、そちらの方のご視聴もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次は多分ねゴリ君の33のヘッドカバーのパッキンの交換あだと思うんで、はいはい、よろしくご期待の方よろしくお願いしますまあその時になったらよろしくお願いします。そうですね。はい、じゃあ本日の動画は以上になります。他の動画もよろしければご覧ください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。